焼酎がないと切られません。中村敏夫ですけど、69年目に入りました。きっかけはおじの紹介です。入ったのがもうやめられずにずっと今まで来ました。といろいろで何百は超えてるでしょうな。ここ下ですね。こう触ってみるとわかるけど、普通の包丁はここ遊びと刃先のやつも同じに作ってあります。だからここが薄く作ってあるから、研ぐのが楽します。それでもう農家のほうれん草を取ったり、キャベツを取ったりするには抜群なんです。もうあまり研がさんばいいから。はい。もうとにかく切れるようにしの感覚でやってるから、一番温度調整が一番なんです。温度がもう温度で失敗したらもうあとは全然ダメになります。強く上げる時もあるし、弱く上げる時もだいたい850前後が作る工程です。それを上げたらまたダメになります。温度も第一やけど、この叩き手も第一ですね。これのいろんな作り方で、ここ下の作り方で伸び方が違ってきます。だから品物によってここいろいろ工夫します。短時間に叩き上げるんです。普通って3度も何度も焼くんだけど、だいたいもう普通の鍛冶屋さんはあれが1台です。で、仕事に応じてこの大きいやつやら小さいやつやら揃えています。これでもう少しずつセットしていくんです。上がったな下がったなっていう中でこれでセットしていく。それはもう同じ温度でずーっと保たる状態で。これがまあ温度を上げたらいかんです。750度以下で、やっぱりシャ模様って7センチもは800を超えない程度に。はい、じゃあ今からならしをかけていきます。いきますよ。少し柿色ぐらいが一番いいですね。ここは凸凹を直すのと歪みを取るのと切れ味を良くするためですね。ここ工程は。
お世話になります。目に入るからな、うちが。これは型取るやつです。切るやつです。だから、これを、こう切る。それから、こう切る。こういう長さです。もうこれ自分の考えた道具です。1000本単位で作りよったから、もう今は100本がそこに焼く、そんぐらいのもんやけど、もうこの勘になっていくんです、空間先仕事は。これやな。今でこんな感じなんですね。こんな感じに。うちが考えて作ったやつやから。この道具を持ってるのどこもない。今はもうプレスになっています。大きなやつで入れてもピョンけます。しかし、こううちの作りはこの、厚くて薄い声ができないわけな。同じことを69年もしてるんだから。すごいですね。もう一回鳴らしをかけます。もうそこまで一人でも十分です。切った時にこう、歪みが出たりですね。もう一回それも二回の方はこんな鋼のためには抜群なんです。ここするのは、この曲がりを取るのと、それで切れが良くするためです。大体これでも少なく。洗いのがきれいになったでしょ。それでいっぺんに同じように温めたらダメやから、ゆっくりして、これをよく冷やします。濡れたの乾かす。
油です。焼き戻しっていう工程です。焼き戻しはもうゆっくりつけて30分。ゆっくりつけた、した方が長切れします。切れるようになるんです。このおかげで。これしっかりせんな、本当の切れ味は出ないです。なんか一時いるよ、多分。一時いるよ。これやったらお前入らんかん。これやったらお前入らんかん。はい。土曜日。どこよ。知らん。終了頼んだ。土日休みじゃないの。あ、そうか。うわ、おいしい。うまい。うまい。いやいや、もう今、足やられてるの。もう2週間歩けなかったと。今、温泉が用意して、なんとかこう頑張っちゃうから。もう長い付け多いからな、もう、ここ、開業して52年以上なってるから、もう長いから、仕事歴は69年やけど、まあ、ずっとお客さん来られるから、嬉しいです。最高です。お客さんが来て、こんなのを作ってくれち、お客さんに合わせた品物です。お客さん自分で考案して、こういうの心地、もちろん厚みがこう、形がこう、厚みがこう、勾配がこう、一人一人違うから大変ですよ。今までこう、膨れ上がった、うちのお客さんそうなんです。卸なんかにこう歩かないです。全部お客さん来られるから。他に頼んだけどもう全然ダメやったっつって。もうとにかくお客さんに合わせてでくればもう納得いくんだけど、それが一番なんです。今が鳩牛しますから。ぬかくずです。今、油でこう洗うから、それを取るためです。これきれいに取れてしまうから。こうして曲がったやつを、若干曲がったやつ、ビビたるもんやけどな。相当曲がってる。こう、少し歪んだのを直すところです。歪んでるのを直す。こうやり方が悪ければ歪みが多く出るんですよね。こっち、切れるようにほっときます。今もうどうしてけれど、この状態で切れません。この状態にすれば切れます。最初は剥がれ見て少し出てる、少し。で、同じように出さなきゃです。はっつけをします。先端に淡いそこを全部出すようにします。ここで。おいしくるか？よいしょ。あっちのランクです。
じゃあこれが、サンドブラスターっていう材料になりますね。これを今から入れて、これで鋼と鉄の境目を色付けします。でエアーで吹きつけるので、こっちでやります。境目がこっちが鋼になりますね。これがあれば鋼が綺麗になるっていうか、色合いが良くなる。これでサンドブラスターの分は終わりですね。こういう感じになりますね。こう黒とこう3箇所色がつく。の最終の段階ですね。ここ目に見てわからない。こんな感じにきれいにしこっち絵付けですね、今度は。普通はもう、よかー道具があるんだけどな。うちはもう仕方なしやってるけど。父親に関しては到底この人には追いつかないんだろうなって思いますよね。もう大きすぎる存在ですよね、この世界に入ったら。親父の体力もない、どんどんなくなってきているのも手伝わないといけない感じになってきたので、それが入るきっかけですね。はい、鍛冶屋入って6年目ですね。昨日できなかったことが今日できたりとか、だから毎日が修行って言えば修行だけど、いろんなことを見つけることもいっぱいありますよね。苦しみでもあるんですけど、毎日が嬉しいことも、お客さんから良かったよって言われることも、それが一番幸せだし、そういう風になるためには自分がどう変えていかないといけないかっていうのも考えないといけないしですね。やっぱ使いやすいって言われるのが一番嬉しいですよね。それは手作りだから形は悪いですけど、物的にはものすごくいいですよって言われるのが一番幸せですよね。ストレスあんまりないけど、たまにはほらもう仕事からもいろいろいろ来るんですよ。もう種類が多いから、もうどうしようかこうしようかなって先々わからないから、その時はもう気をつけるためにちょこっと焼酎を飲みます。薄くして飲みます。薄くして飲みます。毎日です。かかしたことはないです。はい。早かかった時はちょっとこういうの飲みます。焼酎がないと生きられません。お父さんにとって焼酎は何ですか？恋人です。恋人です。